バイオハザード RE4 の DLC として追加されたエイダ視点の物語、セパレートウェイズには、RE4 本編では語られなかった謎への新たな切り口と、今後のシリーズへの展開を匂わせる伏線が盛り込まれています。今回はセパレートウェイズの謎と伏線を徹底考察していきます。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。セパレートウェイズの作中では、エイダが規制されて幻覚を見るようになり、複数のペサンタと戦闘するシーンや、ガナードを前にして一時的に意識を喪失し、ウェスカーに救出される一幕もありました。エイダの目や顔には、レオンと同様のプラーガによる感染症状が見受けられますが、プラーガを直接注入された描写はありませんでした。最初のペサンタ戦において、ペサンタが打ち込んだ攻撃でエイダが腕を負傷するシーンがありますが、この時にペサンタの分化した細胞を体内に寄生させており、エイダが寄生されたものは、プラーガをベースとしたペサンタの分身という表現がわかりやすいかもしれませんね。ルイスがレオンにも投与したプラーガの成長を抑える薬がエイダにも効いていることや、エイダがペサンタを撃破した後に分化細胞が排出されて死に絶えている様子は、本編でレオンがサドラーを倒した後にガナードが苦しむ様子に共通することから、ペサンタが母体のプラーガー種という見方もできるかもしれません。ここまではセパレートウェイズをプレイした方々にはすでにお馴染みの内容ですが、実は RE4 本編にはもう一人、ペサンタの分化細胞に寄生された人物が登場していたことに気づいていますか？それはルイスの祖父です。どういうことと思った方のために詳細を順を追って説明します。マケンペサンタの誕生秘話から始めましょう。マケンペサンタは教団の学長であるイシドロ・ウリアルテ・タラベラが不完全な人の身を虫の高みに至らせる研究により誕生した人と虫の完全な融合体の怪物で、ラモンの執事が素材となった最初の U3 です。イシドロの探求の書によれば、人と虫の2つの要素だけでは融合が安定せず、研究が難航していた様子が伺えます。融合を安定させるためにイシドロが選んだ選択肢、それが新たにもう一つの生物を足すでした。ペサンタの第一形態、また第二形態の姿にその選択肢を選んだ痕跡を見ることができます。新たに足す生物とその融合効果を見極めるために、イシドロもさらなる実験を繰り返したに違いありません。そして実験の過程でペサンタの融合性能テストを乾燥一体で実施します。この実験の様子の一端はイシドロの手記に見ることができます。そこで乾燥近くの森に狩りに来ていた幼少期のルイスと祖父がペサンタに遭遇。祖父に傷を負わせて分化細胞を寄生させたという流れです。入る老人の日記には祖父はこの傷が元で早い病に侵され幻覚を見るようになったことが記されており、これはペサンタの分化細胞を寄生された影響であったと考えると辻褄が合います。ちなみにペサンタとはスペイン東部のカタルーニャ地方の民間伝承に登場する伝説上の犬の怪物の名称であり、ファイル内で遭遇した狼と表されているのは実はマケンペサンタを示していたと解釈できますね。まずはこちらのエイダとのやりとりを見てみましょう。他にやることなんてない。次の言葉は慎重に選ぶことね。待て。頼むよ。助けたい奴がいるんだ。わかるだろう。俺は根はいい奴なんだ。それってレオン。そうなんだ、レオン。それにあの子も。この会話で違和感を感じる部分はありませんでしたか？違和感を感じる部分は2つあります。一つはルイスが助けたい奴がいるといった点です。もし本当にレオンとアシュリーを助けたいのであれば、奴らと言わなかったのはなぜでしょうか？もう一つはエイダがレオンのことと尋ねた後、短い一瞬の沈黙を見せたことです。おそらくルイスは別の人物のことを考えていましたが、その人物の名前を出すわけにはいかず、エイダに話を合わせるようにして答えているように見受けられます。では、ルイスが助けたかった人物とは一体誰だったのでしょうか？実は村長、ビトレス・メンデスであったと考えられます。イシドロの手記によると、逃走した使用人を許すように嘆願書を送るといった慈悲深い一面を覗かせており、プラーガの規制とサドラーの支配下にありながらも、実は漁師の呵責に苦しんでいたことが伺えます。また、ルイスにとっては祖父亡き後にメンデス村長の保護の下で生活をしており、彼に感謝の念を抱いていました。
ルイスは村長がロス・イルミナス教団の幹部の一人として非常な行動をとる中で、なんとか彼を救い出したいと考えていても不思議ではありません。開発した薬を守ろうと燃え盛る研究所に命を懸けて飛び込んでいく様子が見られるのも、本当に救いたかったのが身内とも言うべきメンデス村長であったと考えると納得ができます。結果として村長はレオンに倒され、ルイスの胸の内に秘めた計画は実現しなかったかもしれませんが、村長の行いを止めてくれたレオンにはむしろ感謝をしていたのではないでしょうか。だからこそ村長が犯した過ち、つまりレオン・アシュリーに寄生させたプラーガは償いとして自分の手で除去する、そんな強い意志がルイスにはあったのでしょう。RE4 本編のレオンとのこのやりとりを改めて見てみると、ルイスの思いがより鮮明に浮かび上がってきますね。答えになってない。お前の狙いは？落とし前というか罪滅ぼしというか、まあそんなとこさ。セパレートウェイズには RE4 本編には登場していない新クリーチャー、マルティニコが登場します。もともとは脆弱な実験体であり、周囲からは生まれ違いとさえ呼ばれていました。しかし、研究主任アナベルが行ったアンバーで他のプラーガを活性化させる能力の実験により、回復能力が強化され、通常の兵器では殺傷不可能な存在という設定になっています。このマルティニコについて、事実誤認の考察が広まっているようなので、正しい設定をまずは説明しましょう。ファイルアンバー研究レポートナンバー14を見ると、アンバーを使った実験を繰り返していたアナベルのもとにサドラーが訪れ、アンプルを渡されたと書かれています。このアンプルをアナベルは撃つことになるのですが、実はこれ、マルティニコになるためのものではなく、上位種プラーガのアンプルなんですね。この事実はもう一つのファイル、放射線照射装置についてのメールの写しを見るとわかります。プロ塗り状態になっていますが、この研究主任こそがアナベルなんですね。顛末をまとめて整理しますと次のようになります。自分の預かり知らぬところでアンバー実験を繰り返し、多くを知りすぎたアナベルをサドラーは抹殺しようと考えます。しかしアンバーの研究は教団の力を増大させるために重要であり、優秀な研究者であるアナベルを消してしまうのは惜しい。サドラーは自分のコントロール下に置いた状態で研究を継続させるため、上位種プラーガのアンプルをアナベルに渡します。撃たなければ殺される。選択の余地なくアンプルを撃ったアナベルは、定期ヘルスチェックでプラーガの規制を発見され、ルイスにより放射線照射装置による除去が試みられますが、ショック症状で死亡することになります。おそらくプラーガの成長が進みすぎて除去できない状態になっていたんでしょうね。結局、アナベルはマルティニコに変異したわけではなく、放射線照射装置によるプラーガの除去に失敗し、死亡したというのがセパレートウェイズ内の正しい設定となります。先に言ってしまいますと、8体いたが正解です。順にカウントしてみましょう。まず通信施設の入り口付近に空の培養層が一つあります。ここにいたのがファイル、マルティニコ観察ノートに登場した個体で、実験中に暴走したため、高出力のレーザーでバラバラに切断して処分しています。そして通信施設内の道中にマルティニコの培養層がさらに7つあります。中には実験中と思われるマルティニコの死骸がありますが、壊れている2つの培養層のうち、1つは空になっていました。エイダが出会ったのはこの培養層から脱走した個体だと考えられます。ここまで足し合わせると8体ですね。ここまでは誤認されている設定の訂正といったところですが、ここからは元のマルティニコがどのようなコンセプトで生み出された実験体だったのかについて考察をしてみます。マルティニコの容姿を見ると、人間をベースにプラーガを融合させる実験で誕生した BOW であることは確かなようです。一見すると小型のエルヒガンテに似ているようにも感じますが、外見の変化はアンバーの効果であることを踏まえると、元の実験体はエルヒガンテの改良を目指していたわけではなさそうです。ファイル、マルティニコ観察ノートをよく見てみると、生まれ違い、脆弱、制御不能という3つのキーワードが含まれています。そこでこれらを逆に読むと、何かの実験体をより強靭で制御可能な状態に改良していた可能性があります。その実験体とは、イヘナラドールであったと考えられます。イヘナラドールは一人の人間に複数のプラーガを寄生させる実験で誕生した BOW で、驚異的な再生能力を持っていますが、実験中に暴走する事故を起こすなど大きな問題を抱えていました。
おそらくですが、元のマルティニコの正体は再生能力を抑えつつも、より制御可能な状態を目指したコンセプトの実験体だったのではないでしょうか。しかし、リヘナドールのような再生能力が皆無であるほど脆弱で、完全な制御にも失敗したため、リヘナドールの生まれ違いとして蔑まれる中途半端で不完全な実験体となった。それがマルティニコの元の姿であったと考えることができます。セパレートウェイズにおいてウェスカーの行動を見ていると、アンバーのダッシュをエイダに依頼しながらも、自身はクラウザーの回収に専念していたことは明らかです。アンバーダッシュに失敗した時のための保険として、クラウザー回収を考えていたのでは、と思うかもしれませんが、実はウェスカーの本当のターゲットはクラウザーであった可能性が高いです。そう考えられるシーンがあります。アンバーが上位種に与える影響を実験するため、アナベルが秘密裏に選んだ教団幹部クラスの協力者、それがクラウザーでした。この実験は極秘裏に進められており、関与したのはアナベルとクラウザーの2人だけであったと考えられます。クラウザーがアンバー実験に協力していることをウェスカーは事前の諜報活動で知ったのか、実はアナベルがウェスカーの組織のスパイで情報を流したのか、詳細は語られていませんが、ウェスカーがターゲットとするアンバーの持つ効果を確認するための素材としては、アンバー本体とクラウザーという実験体の2つの選択肢が回収する候補としてあったわけです。しかしアンバーのことはサドラーにも周知の事実であり、ダッシュとなれば教団の相当な抵抗が予想されました。そこでエイダをアンバーダッシュに向かわせることで、教団の注意をエイダに引きつけつつ、自身はその陰で本命であるクラウザーを狙いに行く。ウェスカーにはそんな思惑があったのではないでしょうか。いわば、エイダのミッションはおとりとして使われたということです。エイダがアンバーをダッシュしに行けば、教団は混乱し、おのずとクラウザーとの対決が不可避となります。エイダが勝てばよし、負けても手負いのクラウザーであれば自身の力で簡単に仕留められる、そんなことを考えていたのでしょう。そこに予想外のレオンの介入があって、ウェスカーにとってはさらに都合が良い状態になったに違いありません。師弟関係にあったクラウザーとレオンの対決は避けられず、クラウザー回収を確信したウェスカーはこのシーンで笑顔を浮かべたのかもしれません。ウェスカーがエイダかレオンをクラウザーにぶつけるという回りくどい計画を考えたのも、コードベロニカにおけるこの失敗の教訓が頭にあったのではないでしょうか。Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this. そしてウェスカーがクラウザーを回収して一体何をやろうとしていたのか。それは RE4 の時間軸では開発中であったウロボロスウイルスの完成です。これを裏付ける根拠として次のシーンを見てみましょう。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億だ。さあ、世界の黄昏は目前だ。これらのシーンと紐づくバイオハザード5の設定を思い出してみましょう。バイオハザード5において、ウェスカーは爆撃機を使ってウロボロスウイルスを搭載したミサイルを対流圏に発射。全世界にウロボロスウイルスを拡散させて人類の強制進化を促し、適合した人間のみが選別される世界を創造する。そして自らはその世界の神として君臨することを目論んでいました。RE4 の時間軸では、ウロボロスウイルスはまだ開発中の段階であり、おそらく適合率の異常な低さに大きな課題を抱えていたと考えられます。ウロボロスウイルスは完成した5の時点においても、投与された被験者が高確率で死亡するため、RE4 時点ではウェスカー本人すら適合しない怪しい状況だったのでしょう。そこで目をつけたのがアンバーだったというわけです。アナベルのファイルによると、アンバーには宿主と寄生体の関係を最適化する特性があると書かれていました。このアンバーの効果を研究し応用すれば、宿主とウロボロスウイルスの関係を最適化し、適合率を上げることができる。ウェスカーはそう考えたのでしょう。オリジナル5においては、ジルの体内から発見されたウイルス抗体が適合率を上げる役割を果たしたことになっていましたが、RE5 ではアンバー実験を受けたクラウザーの遺体を解析した結果によるものに設定が変わる可能性が高いですね。
クラウザー回収によって RE5 ではマジニーが強化されるといった考察も見られますが、はっきり言ってありません。ウェスカーのこのセリフにそんな考えがないことがよく現れています。俺は無能な駒に用はない。セパレートウェイズのエンディングを見ると、いかにも RE5 が次のリメイクになるように思われた方も多いかもしれませんが、実はコードベロニカが次回のリメイクになる可能性を示した伏線もあります。これを考察するために、クラウザーの所属の変化に注目して見てみましょう。オリジナル4において、クラウザーはウェスカーの組織に所属しており、ロス・イルミナロス教団に支配シュプラーガダッシュのためのスパイとして送り込まれていました。そしてエイダともお互いに面識がある関係にありました。しかし RE4 ではクラウザー、ウェスカー、エイダの直接的なつながりが描かれていません。セパレートウェイズ内には一見エイダがクラウザーと面識があるように見えるシーンがありますが、実際はロス・イルミナロス教団の幹部メンバーとしてエイダがファイルで確認済みだということであり、ビトレス・メンデス、ラモン・サラザールと同じレベルの情報として知っているだけです。また、ダークサイド・クロニクルズでは、オペレーション・ハビエの後、ウェスカーにコンタクトを取ったことになっていますが、RE シリーズのストーリー展開として、クラウザーがウェスカーの組織に所属していた経緯は廃止され、オペレーション・ハビエの後、ロス・イルミナロス教団に直接入信する設定に改変されると考えられます。RE4 の中では、オペレーション・ハビエの内容自体も大きく変更されており、教団入信までのミッシングリンクとして、今後オペレーションハビエのリメイクの可能性を感じたプレイヤーも多いのではないでしょうか。しかしリメイクされるとなると一つの懸念が出てきます。オペレーションハビエはダークサイドクロニクルズの中にのみ登場したストーリー構成の一部として制作されており、単独のゲームとして展開するには新たなストーリーを相当量追加しなければボリューム不足になってしまいます。ここからは完全な推測になりますが、ダークサイドクロニクルズの構成の中で、滅びし町の記憶の部分は、すでに RE2 としてリメイクされていますので、残っているコードベロニカの忘却のゲームと、オペレーションハビエの要素を組み合わせ、RE コードベロニカとしてリリースするのではないでしょうか。そして、オペレーションハビエは RE4 におけるセパレートウェイズのような補完関係に置くことで、RE コードベロニカのボリュームを充実させつつ、T ベロニカウイルスにまつわる一連のストーリーとして整理できるでしょう。そうなると RE コードベロニカのリリース時期はいつになるのか、RE5 とどちらが先に来るのかが気になるところですが、実は RE コードベロニカの方が先になると予想しています。ここで販売スケジュールを整理してみますと、RE4 は本年2023年4月リリース。ナンバリングタイトルバイオハザード9は2025年登場が有力視されています。RE2 は2019年1月、RE3 は2020年4月と連続で発売されていますので、この流れだけを見ると RE5 が2024年にリリースされそうに思えますが、RE3 は開発を急いだためか、オリジナル版で存在した時計塔のマップが省略されるなど、ボリューム不足を指摘された苦い経験があります。RE5 では同じ鉄を踏まないように、ゲームボリュームに十分配慮して開発期間をかけてくることが予想されるため、2024年の連続リリースはなく、バイオハザード9の発売後の2026年以降が有力でしょう。一方、コードベロニカはシリーズファンからのリメイク要望が非常に強いにもかかわらず、まだ単品として HD 以上でリメイクされていない唯一のナンバリング相当のタイトルですし、オペレーションハビエを DLC として付帯すると、RE4 の伏線回収をプレイヤーの記憶が新しいうちに示すことができ、RE5 へのつながりを意識させる上でも2024年に登場させるには最適です。実は先日発表されたカプコム2024年3月期第2四半期決算カンファレンスコール質疑応答概要に現在未発表の大型タイトルが今年度下期に控えていることが明らかになっています。大勢の予想ではモンスターハンターシリーズの最新作になるとの見方が有力ですが、もしバイオハザードシリーズであれば RE コードベロニカになるのではという期待が膨らみます。皆さんは RE5 と RE コードベロニカどちらが先に来ると考えますか？コメント欄でご意見をお聞かせください。はい、今回はセパレートウェイズで示された謎と今後のシリーズ展開への伏線を徹底考察してきました。今後もバイオハザードシリーズの背景を読み解く考察動画を引き続き投稿していきますのでご期待ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。